未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は、科学技術が発達した未来では、過去のトラウマなど、精神的なことも克服できる未来について考えてみます。バイオテクノロジーと神経インターフェース。バイオテクノロジーと神経インターフェースは未来の科学技術における重要な分野です。バイオテクノロジーは生物学と工学の融合であり、神経インターフェースは脳と外部の機器との間で情報をやり取りする技術です。バイオテクノロジーは生物学的なプロセスやシステムを理解し、それを利用して新しい医療や治療法を開発する分野です。神経インターフェースは脳と外部の機器を接続し、脳の活動を読み取ったり、脳に情報を送ったりする技術です。これにより、脳の機能を理解し、神経障害や精神的な問題を治療する方法が向上します。バイオテクノロジーと神経インターフェースの組み合わせにより、例えば、脳に直接働きかけることが可能です。脳の活動をリアルタイムで監視し、必要に応じて調整することができます。これにより、精神的な問題やトラウマを治療する方法が革新的に進化します。また、患者が薬物療法や心理療法を受ける必要がなくなり、より迅速かつ効果的に治療が行われます。さらに、神経インターフェースは脳と外部の機器を直接接続することで、障害を持つ人々の生活を改善することが期待されます。例えば、義手や義足を制御するのに、脳の信号を使ったり、視覚や聴覚を補助するための装置を開発したりすることが可能になります。人工知能による心理療法。人工知能 AI による心理療法は未来の精神医学の分野で革命的な進歩をもたらすことが期待されます。AI は人間の心理や行動を理解し、個々のニーズに合わせたカスタマイズされた支援を提供する能力を持っています。AI が心理療法に活用される主な方法の一つは会話ベースの治療です。AI は患者と対話を行い、彼らの感情や思考を理解し、適切なサポートやアドバイスを提供します。例えば、患者がストレスや不安を抱えている場合、AI はリラックス法やストレス管理のテクニックを指導することができます。また、AI は患者が感情を共有する場を提供し、彼らが自分の気持ちを理解し、受け入れるのを支援します。AI はまた、大量のデータや研究結果を分析し、最新の治療法やアプローチを提案することができます。これにより、臨床医や心理カウンセラーがより効果的な治療プランを立てるのに役立ちます。また、AI は患者の進捗を追跡し、治療の効果を評価するためのデータを提供することができます。さらに、AI は24時間365日稼働し、必要な時にいつでも患者のサポートを提供することができます。これにより、患者は自分のスケジュールに合わせて治療を受けることができ、より柔軟な治療プランを選択することができます。AI による心理療法の導入にはいくつかの課題もあります。例えば、患者との人間らしいつながりが不足する可能性があります。また、個人情報の保護や治療の質の確保などの懸念も存在します。しかし、これらの課題に対処するための技術や規制が進化していくことが期待されます。トラウマの再構築と再処理。トラウマの再構築と再処理は心理療法の一形態であり、過去のトラウマ体験を再度経験し、新しい視点や感情を通じて、それを処理し直すプロセスです。このアプローチは、患者が安全な環境でトラウマ体験を安全に再体験し、
それに関連する感情や反応を再処理し、新しい理解や解釈を得ることを目指します。例えば、仮想現実 VR を使用して、トラウマ体験をリアルな状況で再現し、個々の感情や反応を再び経験させることがあります。このプロセスにより、脳がトラウマを再構築し、それに関連する感情や記憶を再処理し、新しいコーピングメカニズムを確立することが期待されます。これにより、トラウマによって引き起こされる恐怖や不安といった感情が軽減され、個々の心理的な回復が促進されます。トラウマの再構築と再処理は、患者の安全性とケアが最優先される必要があります。適切なサポートや指導の下で行われることが重要であり、トラウマ体験を再体験する際には、患者が十分なリソースやスキルを持っていることが確認される必要があります。このアプローチは、個々のトラウマ体験に応じて異なる結果をもたらす場合があります。一部の患者はトラウマの再構築と再処理により、トラウマに対する新たな視点や理解を得ることができ、回復のプロセスを促進することができます。しかし、他の患者は再体験が過度のストレスや不安を引き起こす場合があり、その場合はより穏やかなアプローチが必要です。遺伝子療法と脳の再生。遺伝子療法と脳の再生は未来の医学の分野で大きな期待される可能性を秘めています。遺伝子療法は遺伝子を修正または補完することによって疾患や障害を治療する手法であり、脳の再生は脳の機能や組織を修復することを目指す医療技術です。遺伝子療法では脳に関連する疾患や障害を引き起こす遺伝子の異常を修正することが可能です。これにより、神経変性疾患や遺伝子疾患などの治療が可能となります。また、遺伝子療法は新しい神経細胞を生成し、脳の損傷を修復するのにも役立ちます。これにより、脳損傷や神経変性疾患による機能障害が改善される可能性があります。脳の再生技術は神経細胞の再生や修復を促進することに焦点を当てています。これには幹細胞治療や再生医療技術が含まれます。幹細胞は様々な種類の細胞に分化する能力を持っているため、損傷した脳組織を修復するために使用されます。また、再生医療技術は生体組織の工学的な再生や移植を行うことで損傷した脳組織を再生することを目指します。これらの技術の進歩により脳に関連する多くの疾患や障害の治療が可能となります。例えば、パーキンソン病やアルツハイマー病などの神経変性疾患、脳損傷や脳卒中などの脳障害に対する治療が向上すると期待されます。また、脳の再生技術は脳損傷や神経変性疾患による障害を軽減し、患者の生活の質を改善するのに役立ちます。しかし、これらの技術はまだ研究段階にあり、多くの課題やリスクが存在します。例えば、遺伝子療法では遺伝子の異常を修正することができる一方で、安全性や効果の問題が依然として課題となっています。また、幹細胞治療や再生医療技術では、細胞移植や組織工学の課題があります。これらの課題を克服するためには、さらなる研究や技術の発展が必要とされます。社会的なサポートシステムの強化。社会的なサポートシステムの強化は、個々の精神的な健康と幸福に重要な役割を果たします。これは、心理的な問題やトラウマなどの精神的な課題に対処するための包括的な支援体制を整備することを意味します。まず、心理教育プログラムの普及が重要です。これにより、人々は心理的な健康に関する基本的な知識やスキルを身につけることができます。ストレス管理やメンタルヘルスの重要性についての理解を深め、
自己ケアや他者へのサポート方法を学ぶことができます。さらに、カウンセリングやサポートグループへのアクセスの向上が必要です。心理的な問題に直面している人々が適切な支援を受けるためには、専門家のカウンセリングや同様の経験を共有できるサポートグループへのアクセスが重要です。これにより、個々のニーズに合わせた支援を受けることができます。さらに、ストレス管理やリラクゼーション技術の普及も重要です。ストレスや不安を軽減し、心の安定を保つための方法を学ぶことで、人々はより健康的な生活を送ることができます。また、リラックスやストレス解消のための活動やプログラムを提供することも有効です。社会的なサポートシステムの強化には、社会的な孤立や差別に対処することも含まれます。人々が支え合い、共感し、理解し合う社会的な環境を整備することで、心理的な健康を支援することができます。また、差別や偏見に対する教育や啓発活動を行うことで、包括的な社会を実現することが重要です。まとめ。未来の精神的な健康へのアプローチは、科学技術の進歩と社会的なサポートシステムの強化によって大きく変革されます。バイオテクノロジーや神経インターフェースによる革新的な治療法、人工知能によるカスタマイズされた心理療法、トラウマの再構築と再処理を含む新しいアプローチが個々のニーズに合わせた支援を提供します。さらに、遺伝子療法や脳の再生技術によって脳に関連する疾患や障害の治療が可能となります。これらの技術の進歩に加えて、心理教育プログラムやカウンセリング、ストレス管理などの社会的なサポートシステムの強化が心理的な健康の促進に貢献します。結果として、個々の人々がより健康で幸福な生活を送るための環境が整備され、社会全体のメンタルヘルスが向上することが期待されます。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。